それで、はい、入りました。はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は場所を変えまして、沼地に来ております。なぜかっていうと、以前お話ししておりました、スピノトラップのイカダバージョンですね。攻撃型イカダの作り方のご紹介となっております。もともとバルゲロでカルキノス用に作ったトラップをスピノにも合わせて対応させて作ったものをさらに改造したものになっております。もともと使ってたものなので、ぜひご活用いただければと思います。今回ですね、ロスアイランドにカルキノスはいないので、実演は省きますが、最後に簡単にカルキノス用の作り方もご案内しておきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。あと、川辺の恐竜であれば、少しトラップの形変えれば他のものにも対応できるので、いろいろ試していただければと思います。こういった形でトラップであったりとか、あと建築、冒険動画上げておりますので、役に立ったようであれば高評価、あとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。では、まずスピノトラップですね。これに関しては、スピノもともとですね、どうしても回転半径が広いので、誘導が難しいと。走破力あるんで、ちょっとずれてもある程度入り口入ってくれたりはするんですが、ただ結構ずれやすいっていう部分と、4足歩行、2足歩行で結構違ったりするので、結構誘導が大変だと思うんですね。それに際しても、誘導不要になっているので、かなり楽に捉えることが可能です。ちなみに眠らせてしまえばある程度は移動することも可能ですので、そこの注意点とかは実際、眠らしてからご紹介させていただこうかと思っております。ではまず必要素材としてはこちら。もともとカルキノス用なので結構シンプルになっております。で、それをちょっと改造して、今回はスピノ用に完全に資材を合わせたようなものになっておりますので。では、実際作っていきましょう。はい。では、実際作っていきますね。まずは、オプションから非表示にて、柱を持ちて、運転席で、この状態だとちょっとずれてるで、一回降りて真ん中移動します。ではまっすぐ向いてる状態だけども、真ん中がちょっとずれて、このギリギリの状態で、この状態で、次に一段下がった状態。一個ずつ回収しながらやった方が、スナップポイント的には楽で、もう一段、この状態。で、普段の高さはこの高さ、3つ下げた高さ。この状態で、一旦土台張り。で、ここは一旦壊す。で、運転席の部分だけ、この高さだと、一旦張ると、運転できなくなっちゃう。で、そして、で、柱を置いて、もう一段要は下げます。その高さで張ると運転できます。という形で、結構スナップポイント難しいんですけど、コツとしては、割とギリギリ離れたとこからやると、割とうまくいって、ここだけ一段低いっていう。これが基本的な体の土台目の作り方になります。で、ここからが本題になっていくと、まず三角天井。ちなみに三角天井をこの上に貼ることもできる。状況によってはこっちに作ってもらう。今回はちょっと抜き出しバージョンで。ここに天井を貼って、六角形。両扉枠を3つ。にも3つ。で、ここに関しては、壁を2個。で、その上に、
両扉は多分3段でいけると思うんですけど、4つ貼ってます。この壁は両扉枠で作ってもいいんですけど、両扉枠で作ると、スピノの攻撃がこっちに届いちゃう。壁にすると届かないので、安全で。これ4段なのは、ちょっとカルキノストラップの名残です。以上です。トラップ部分としてはもうここだけなんですけど、六角形に3本、スピノ抜けないように攻撃防止の壁がついている。で、これ、見てみます。ね。では実際試す。ちょっとたげられるとめんどくさいんです。スピノの方が移動早いんで。たげ切れれば正面に持って、ずる。オムネスピノって結構集中して狙ってこないんで、タゲ切れやすいんで。それが誘導の難しいところで。それで、はい。入りました。これで、一応、抜けれない状態。ちょっとちゃんとはまってないですけどね。もうちょっと。これで大丈夫ですね。ちなみにこれ、ちょっと重くて動けないんですけど、攻撃は当たりません。この状態で、あとは、眠らせる。ね。はい、寝ました。で、寝てしまえば、ちゃんと乗ってればですね、このまま移動することができます。ただ、一点注意点があって、場所によってちょっと段差が出てたりすると、こうやって引っかかって抜けます。一回抜けちゃうと、もう乗ってないので、ダメです。なんで、そこだけちょっと注意して移動させることができるので、安全なとこまで移動して、持っていくことができる。比較的、ロスアイランドは移動しやすいかと思います。この辺であればです。アルゲロは結構、石が多かったの変だったんですけど、以上で、カルキの必要なんですが、ぶっちゃけ捉えるとこは一緒で、単純にここに三角天井、はしごを、楽なのはもう一枚置いて、はしごを、こっち側にはしごを置いて簡単に。あとはここに透析機を、置く場所は真ん中です。ど真ん中に置いていただき、もし置きにくければ、置いて、これで設置していただければ置きやすい感じです。これで、ゲットできます。一応この形、今スピノ用に作ったんで、多分大丈夫なんですけど、もしこの形難しければ、少し形を変えて、まず、六角形までは一緒なんですけど、この2個は不要です。ここまでは全部一緒です。通常の家はカニトラップなんですけど、ここに支えがなくて置けない状態になるんですけど、土台をこの三角天井の下に1個置けば、置けるんね。天井の下に土台。これすれば、ここに置けるので、ここ2個と、ここ4個。で、ここも、本来地上に置くときのカルキノスのやつになって、これなら問題なく捉えれます。こういう言い方トラップの注意点として、
これ、ちょっと回転があれなんで難しいのと、少し惰性が残る。なので、カルキノスとかの時は特に、注意がいります。スピノは割と、壁とかにも引っかかってくれるんで、多少行き過ぎてもなんとかなるんですけど、イカダの、感覚ですね。慣れる必要はちょっと出てきて、特にカルキノス。行き過ぎ注意ですね。目印若干浮くんで、わかりやすいとは思うんですけど、これも一応ハマってるんでね。ある程度ちゃんとハマってないと、眠らした後に移動させにくかったりするので、ここだけ注意がいります。行き過ぎないように、一旦手前で止まってから入るみたいな。実際ちょっと動けば、しっかりハマるんで、そのままでもいいんですし、ちょっと心配だったら、ちょっとタゲを取って動くぐらいでハマっていく。でちゃんと乗っかっていれば移動させれるんで、本当なところまで移動ができます。そんな感じですね。以上です。では、いかがでしたでしょうか？いつも通りのところに戻ってきました。今回はスピノのトラップですね。の、ご紹介だったんですが、おまけでちょっとカルキノス用の設置の仕方。トラップなんですけど、実際スピノであれば、ちょっと捉えにくいようであれば、もう少し大きめにですね、作っていただいても問題はないので、今回はどっちかというと、カルキノスのをそのまま改造したんで、形あんな感じだったんですけど、別に四角で作って、天井を伸ばして、両扉枠であって、居留門で飛んでいただければ、ただうまく操作できて、はめるのが難しいっていう場合であれば、大きくしていただければ全然いいので、試しいただければと思います。では、こういった形でですね、トラップ動画であったり、建築動画、冒険動画ですね、上げていく予定になっておりますので、もしお役に立てれば、いいねボタン、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。一応ですね、またちょっと本部拠点新しい企画のために、建築の方もですね、していこうかと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。多分建築の方は水上拠点になるので、水中バージョンと、あと水上の土台作りと、上ですね。あと内装っていう感じで分かれてのご投稿になるかと思うんですけども、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。